こんにちは。今回は次元上昇している人に必ず現れる前兆というテーマでお届けします。昨今、スピリチュアルな話題が注目を集めており、次元上昇という言葉も耳にすることが増えました。次元上昇とは、これまでの価値観や生活から一歩抜け出し、より高次元の意識や存在へと移行していくことを指します。ですが、次元上昇という概念は少し抽象的で分かりづらい部分もありますよね。今回は次元上昇が実際に起きている時にどのようなサインが現れるのかを分かりやすく解説していきます。皆さんの中には最近何かが変わった気がすると感じている方もいるかもしれません。それはもしかすると次元上昇の前兆かもしれません。この動画ではその具体的な前兆とそれが何を意味しているのかを5つのポイントに分けてご紹介します。これを知ることであなたが今まさに次元上昇の過程にいるのかを確認できるはずです。最後まで視聴していただければ次元上昇のプロセスをより深く理解し、自分の人生にどのように生かすべきかが見えてくるでしょう。それでは次元上昇の前兆について早速お話ししていきます。次元上昇の基礎とそのプロセス。次元上昇という言葉を聞くと多くの方はスピリチュアル的な意味合いをイメージするかもしれません。ですがその本質は非常にシンプルで、意識の進化や視点の変化によって自分の世界が大きく広がることを指しています。では次元上昇とは具体的にどのようなプロセスを経て起きるのでしょうか。まずはその基礎を押さえておきましょう。次元上昇とは、次元上昇を簡単に説明すると、私たちが生きる現実をより高い視点で捉えられるようになることです。これは物理的な場所や見える世界が変わるのではなく、心や意識の中で新しい理解や気づきが生まれることを指します。例えば、今までは自分だけが辛いと思っていた状況が他の人も同じような経験をしている。自分の学びとしてこの経験があると感じられるようになること。これが次元上昇の一例です。次元上昇のプロセス。1、変化への気づき。まず、現実に対する不満や違和感を感じることが多くなります。このままでいいのだろうか、もっと何かがあるはず、といった感覚です。これは、現状の次元があなたの意識にとって狭く感じられるようになったサインです。2、内面の浄化。次元上昇が進むにつれて、感情や思考の整理が自然と始まります。過去のトラウマやしがらみ、人間関係の課題が浮き彫りになり、それを手放すプロセスが始まるのです。この段階では心が揺れたり不安定に感じることもあるでしょうが、これは次元上昇にとって重要な浄化のステップです。3、新しい価値観の形成。浄化が進むと次に訪れるのは新しい価値観の芽生えです。これまでの物質的な豊かさや成功だけでなく、自分がどう生きたいのか、他人にどう貢献できるのかといった内面的な問いが重要になります。自分が成長することで周囲も幸せにできるという考え方が自然と身についてくるのです。4、意識の統合。最後のステップは、これまで学んできたことや新しい価値観を日々の生活に統合していくことです。ここでは次元上昇した意識を土台にして現実世界での行動や選択が変わり始めます。これにより周囲の人々や出来事にもポジティブな影響を与えるようになります。次元上昇のプロセスは一夜にして起こるものではなく、段階を追って進むものです。その間に多くの気づきや学びがありますが、このプロセスを楽しむことが重要です。次元上昇の前兆。次元上昇が進行している時には、心や体、
そして日常生活にさまざまな変化が現れます。これらは前兆と呼ばれるもので、あなたが次元上昇のプロセスにいることを知らせるサインです。ここでは次元上昇における代表的な前兆を3つご紹介します。前兆1、強い感情の揺れ。次元上昇が始まると、これまで気づかなかった感情が表面化することがあります。例えば、過去の出来事を急に思い出して涙が止まらなくなったり、小さなことに対してイライラしてしまうこともあるでしょう。このような感情の揺れは、意識の浄化プロセスの一環です。この段階では、自分の内側に溜まっていたエネルギーが放出され、浄化されているのです。そのため、ネガティブな感情が湧き上がっても、これは必要なプロセスだと受け入れることが重要です。深呼吸をして冷静になる時間を作ることで、感情の波をスムーズに乗り越えることができます。前兆に体調の変化。次元上昇の過程では、体にも変化が現れることがあります。例えば、以下のような症状が挙げられます。疲労感や眠気、エネルギーの調整が行われているため、身体が休息を求めることがあります。耳鳴りや頭痛、これは高次元のエネルギーが自分のエネルギー体に影響を与えることで起こると言われています。食の好みの変化、突然肉類を食べたくなくなったり、野菜中心の食生活にシフトすることがあります。これらの体調変化は驚くかもしれませんが、心配する必要はありません。これらは一時的なものが多く、体が新しいエネルギーに適応する過程で起こると考えられています。自分の体の声を聞き、無理をしないことが大切です。前兆3、価値観の変化。次元上昇が進むと、あなたの中で価値観の大きな変化が起こります。例えば、これまで当たり前だと思っていたことに違和感を覚えたり、物質的な成功よりも心の充足を求めるようになります。人間関係の変化。周囲の人々との関係性が変わり、波長が合わない人とは自然と距離を置くようになります。一方で、あなたの波動に共鳴する新しい人々が引き寄せられることもあります。仕事や趣味の見直し。これまで情熱を注いでいたものが急に興味を失ったり、逆に新しい分野に挑戦したくなることもあります。このような変化は、あなたの魂が本当に望んでいる方向へと導かれている証拠です。これらの変化は一見すると不安を引き起こすかもしれませんが、次元上昇の大切なステップです。変わることは成長することだ、と前向きに捉えましょう。これらの前兆を感じたことがありますか？もし心当たりがある場合、それはあなたが次元上昇のプロセスを歩んでいる証拠かもしれません。次のパートでは、さらに深い次元上昇の前兆について掘り下げていきます。次元上昇の前兆後編。前編では、次元上昇における感情や体調の変化、そして価値観の変化について解説しました。次に、さらに深いレベルで現れる2つの前兆をご紹介します。これらは、あなたの内面の成熟や意識の進化を示す、非常に重要なサインです。前兆4、直感が冴え渡る。次元上昇の過程では、自分の内なる声、つまり直感が非常に鋭くなります。これまでは意識しなかった小さな気づきが増えたり、こうした方がいいという感覚が自然と湧いてくるようになります。偶然の一致、シンクロニシティ。例えば、考えていた友人から突然連絡が来たり、ふと目にした広告や本に自分が必要としていたメッセージが書かれていることがあります。これは偶然ではなく、宇宙や高次元の存在があなたに何かを伝えようとしているサインと捉えられます。決断のスムーズさ、直感が冴えることで迷いが少なくなり、自然と最適な道を選べるようになります。
これまで悩んでいた問題が驚くほど簡単に解決することもあります。このような瞬間は、あなたのエネルギーが次元上昇と共鳴している証です。直感を信じることが大切です。それを磨くためには、瞑想や静かな時間を取り入れ、自分の内側に耳を傾ける習慣を持つと良いでしょう。前兆後、無条件の愛と感謝の気持ちが芽生える。次元上昇の最も美しい前兆の一つが、無条件の愛と深い感謝の感覚です。これは、周囲の人々や環境に対する見方が大きく変わり、すべてが完璧であることに気づく瞬間です。過去の許し、これまで怒りや恨みを抱いていた出来事に対して、自然と許しの気持ちが生まれることがあります。それは、あなたがより高い視点から物事を見られるようになり、他人の行動や感情を理解できるようになったからです。感謝の深まり、普段は意識しない小さなこと、例えば朝日が昇る美しさや、友人からの一言に対して深い感謝を感じるようになります。これにより、日常生活がより豊かで幸福感に満ちたものとなります。他者への思いやり、周囲の人々の苦しみや喜びに敏感になり、自分の行動が誰かを幸せにできるという意識が強まります。無条件の愛を基盤にした人間関係を築くことができるようになるでしょう。これらの感覚が現れると、次元上昇のプロセスはさらに加速します。自分自身だけでなく、周囲の人々や社会に良い影響を与える存在へと進化しているのです。このような深いレベルでの変化は、最初は少し不安に感じるかもしれません。しかし、それはあなたが新しいステージに進むための準備が整っている証拠です。次のパートでは、次元上昇のプロセスをスムーズに進めるための方法をお伝えします。次元上昇をスムーズに進める方法。次元上昇のプロセスは自然に進む場合もありますが、時には不安や困難を伴うこともあります。そのような時に、自分を整え、次元上昇をスムーズに進めるための具体的な方法を取り入れることが役立ちます。以下に5つの効果的なアプローチをご紹介します。方法1、瞑想を日常に取り入れる。瞑想は意識を高めるために最も効果的な方法の一つです。瞑想を行うことで、頭の中を静かにし、自分の内側に集中することができます。具体的なやり方。静かな場所で目を閉じ、ゆっくりと呼吸に意識を向けます。思考が浮かんできたら、それを追いかけず、ただ観察するようにしてください。効果。心が穏やかになり、直感が冴えやすくなります。また、高次元のエネルギーにつながりやすくなると言われています。方法2、感情を受け入れ、手放す。次元上昇の過程では、古い感情やトラウマが浮き彫りになることがあります。これらを無理に抑え込むのではなく、受け入れて手放すことが重要です。受け入れのコツ。今、自分は怒っている、悲しみを感じている、と感情を名前でラベリングしてみましょう。これにより、感情が整理されやすくなります。手放しのアプローチ。感情を紙に書き出し、それを破ったり燃やしたりして、心の中で解放すると宣言します。これにより、エネルギーの浄化が進み、軽やかな気持ちで次元上昇を続けられます。方法3、自然とつながる。自然の中に身を置くことは、エネルギーのバランスを整える効果があります。森林浴や海辺の散歩など、自然のエネルギーを取り入れる習慣を作りましょう。おすすめの方法。裸足で芝生や砂浜を歩くアーシングを試してみてください。地球のエネルギーを直接取り入れることで心身がリセットされます。効果。自然の中で過ごすことで自己のエネルギーが調整され、高次元とのつながりが強まります。方法4、
健康的な生活を心がける。次元上昇はエネルギーだけでなく肉体にも影響を与えます。そのため体調を整えることが大切です。食生活、バランスの取れた食事を心がけ、加工食品や砂糖の摂取を控えましょう。新鮮な野菜や果物を多く取り入れることで波動が高まりやすくなります。運動、ヨガや軽いストレッチ、ウォーキングなど無理のない範囲で体を動かす習慣を作りましょう。これにより肉体的な不調を防ぎ、次元上昇のプロセスをサポートできます。方法後、ポジティブな言葉や思考を選ぶ。次元上昇が進むと、自分の言葉や思考が現実に与える影響が大きくなると言われています。ネガティブな言葉や考えを避け、ポジティブなものを選びましょう。おすすめの習慣、毎日感謝することを3つ書き出してみてください。今日は晴れていて気持ちがいい。友達からのメッセージが嬉しかった。など、小さなことでも OK です。効果、感謝の気持ちを持つことで、ポジティブなエネルギーが増し、次元上昇の速度が高まります。これらの方法を実践することで、次元上昇の過程をより心地よく、充実したものに変えることができます。次のパートでは、次元上昇が私たちに与える究極の恩恵について詳しく解説します。次元上昇の恩恵とその先の可能性。次元上昇のプロセスを進めることで、私たちの人生や意識にどのような変化が起こるのでしょうか。ここでは、次元上昇による恩恵と、それが開く未来の可能性について解説します。恩恵1、自己の本質を深く理解できる。次元上昇が進むと、私たちは自分の本当の姿、つまり本質に近づくことができます。これまで外部の評価や固定観念に縛られていた自分から解放され、自分はどう生きたいのかという問いへの答えが見つかるようになります。具体例、以前は周囲に流されていた選択が自分の意思で行えるようになります。例えば、長年不満を感じていた職場を辞め、自分の情熱を追いかける決断ができるようになるといった変化です。感情の自由、本質を理解することで、不要な比較や葛藤からも解放され、心が自由になります。恩恵に、人間関係の質が向上する。次元上昇により、あなたの波動が高まると、自然と周囲の人間関係にも変化が訪れます。エネルギーが共鳴する人々とつながりやすくなり、これまでのような無理な関係や摩擦が減少します。新しい出会い、似た価値観や目的を持つ人々と引き寄せ合うようになります。こうした人々は、あなたの人生にとって心強いサポート役になるでしょう。深い絆、家族や友人との関係も表面的なものから深い信頼や愛情を基盤としたものへと進化します。恩恵3、現実を創造する力が高まる。次元上昇を経た人々は意識の力を使って現実をより効果的に創造する能力を持つようになります。引き寄せの法則が強化され、望む未来を具体的に描き、それを実現する道が自然と開かれます。願望の実現、例えばあなたが自分らしい生活をしたいと強く願えば、それにふさわしい仕事や環境が引き寄せられるでしょう。意識のコントロール、次元上昇を経た意識は感情や思考をコントロールする力が強まり、目標に向かう集中力が高まります。恩恵4、より高次元の存在とのつながり。次元上昇を進めることで、スピリチュアルな次元でのサポートを感じやすくなります。守護天使や高次元の存在とのつながりが深まり、人生の重要な局面で導きやヒントを得ることができるでしょう。シンクロニシティの増加、不思議な偶然が増え、自分の進むべき道が自然と明確になっていきます。インスピレーション、
高次元からのメッセージやひらめきを受け取る能力が高まり、創造的なアイデアが次々と湧いてきます。恩恵後、調和と平和を体現する存在に、次元上昇の最終的な恩恵は、内なる調和と平和を手に入れることです。これにより、自分の周囲にもその波動が広がり、他者にも影響を与える存在になれるでしょう。日常生活の変化、ストレスや不安が少なくなり、小さなことにも喜びを感じることができるようになります。社会への貢献、次元上昇を経た人々は、社会や地球全体にポジティブな影響を与えるリーダーシップを発揮します。次元上昇は単なる個人的な変化ではなく、私たちが属する世界そのものをより良い方向に導く可能性を秘めています。あなたもこのプロセスを進めることで、自分と他者、そして宇宙全体と調和した生き方を手に入れることができるでしょう。次元上昇のプロセスを楽しむ。ここまでご覧いただき、ありがとうございます。今回のテーマ、次元上昇している人に必ず現れる前兆を通じて、あなたが気づきを得たり、共感する部分があったのではないでしょうか。次元上昇は、単にスピリチュアルな現象にとどまらず、私たちの心や体、そして人生そのものを変革する大きなプロセスです。感情の揺れや体調の変化、新しい価値観との出会い、そして直感や感謝の心が芽生えるなど、これらはすべて私たちが本当の自分に近づくための大切なステップです。しかし、次元上昇はゴールではありません。それは新たなスタートでもあり、より豊かで調和の取れた人生を築くための土台となります。このプロセスを恐れるのではなく、むしろ楽しみ、受け入れることで、次元上昇の恩恵を最大限に生かすことができるのです。最後に、あなたがこの旅路を一歩一歩進んでいく中で、次のことを思い出してください。あなたは決して一人ではありません。高次元の存在や宇宙がいつもサポートしてくれています。変化は成長の証であり、すべてがあなたにとって最適なタイミングで起こっています。次元上昇の道を歩むあなたが、より輝かしい未来を切り開いていくことを心から応援しています。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。